洗面所からおはようございますチャプターズブックスター書店主の森本萌乃です。今日は本の紹介じゃなくてちょっと変わった紹介をしたいなと思って朝準備の風景から撮影してみました。自分へのね1年間のご褒美も兼ねてちょっと素敵な場所に今日はお出かけするので、パリでの一人デートをちょっと楽しむ様子を Vlog にまとめようかなと思います。なんか私の YouTube を見たりチャプターで使ってくださってる方、本だけじゃなくて様々な芸術に造形が深いというか、趣味を聞くと感激ですとか、ミュージカル見ます映画好きですとかいろんな方いらっしゃるので、これはもしかしたら好きかもと思ってちょっと試みる Vlog です。なので楽しんでもらえたら嬉しいです。では今日も動画行ってみます。私も楽しみということで適当メイクですが完了。でも今日濃い。私のなんか自分の顔がパリ一濃いかも今日びっくり。よし、じゃあお出かけします。行ってきます。すごくない？パリこんな青空11月に見れるのすごい幸せです。いい日になりそう。嬉しい。ここのブリオッシュが美味しいらしいので行ってみたいと思います。ボンジョー。ブリオッシュ買いました。本当にさ、グラノーラとかも美味しそう。でも美味しい。お店に入るときにいつもフランス語で言おうって思うんだけど、英語で話しかけられて英語で終わっちゃうっていうね。ちょっと練習しなきゃなーと思います。今日はですね、何をするかというとオペラに行きたいと思います。なんか私20歳の時ロンドンで見たことあったんですけど、今回滞在中何か新しいものを試してみたいなと思って、美術館とかは結構パリ来るたびに行ってるので慣れてきちゃったとこもあって、じゃあ新しいものなんだと思ったらオペラ、そんな年かしらと思ってちょっと今回一人でチケットを取ってみました。チケットのレンジも本当高い席から安い席まであって、私の今日のお席は140とかかな、2万円ちょっと高いんですけど、もちろんでも真ん中ぐらいの金額ですね。なので自分へのご褒美で行ってみたいと思います。で、私オペラの知識ほぼゼロで、昨日からオペラの入門書を電子書籍で買って本当にわずかな知識を手繰り寄せていきたいと思ってます。で、私が今のところ知っているオペラの知識は長いってこと、あとイタリアで始まった1600年代、日本だと江戸時代ぐらいに始まったものであるということ、これはね昨日本で学びました。あと私が見るのがワーグナーのワルキューレっていう、これはワーグナーってオペラ界の天才らしくて絶対見といた方がいいよって本にも書いてあったんで、じゃあこの初めて見るのにふさわしい演目なのかなと思ってすごい楽しみです。いい天気、すごいね、嬉しすぎる。スカート履きました。カフェでの前勉強を終えました。どれぐらいでいけるか。すっかり日が暮れました。はい、バスを待ってる間に今日一夜漬けで入れた浅い知識を話そうと思うんですけど、私が今のところ理解しているワルキューレはワーグナーが書いた超大作のうちの一部だそうです。全部上演すると4日間かかるほどの長編のうち2つ目かながワルキューレと呼ばれるそうで、全体の話は北欧神話を描いているみたいです。
であとは神様が人間と結婚してで産み落とした双子の男の子と女の子の兄弟、この2人がバラバラに人生を送ってでまた再会し2人が恋に落ちていく。ただ神の世界ではその兄弟同士の愛っていうのは許されることはなく引き離されようとするんですが、2人の愛の強さに神様が自分の託された使命を破ってその2人の愛を応援するという話みたいです。なので近親相関の話ですね。こんな浅い知識でねちょっと行ってみたいと思います。バスがあと6分で来ます。バスが遅れちゃってもうあと15分で始まります。やばい、急がなきゃ。夜のバスティーユ、そしてこっちかオペラです。行きます。チケットゲットしました。もうなんかすごい音鳴ってます。行かないと、急がなきゃ。やばいやばい、こんな感じじゃなかったんだけどな。私のカウンターはシスですね。ポートシス行きます。なんとかなりました。楽しみます。今休憩時間に幕間に入って人がいっぱい出てきました。今第1幕が終わってあらすじを読んだらなんとなくついてた気がする。でもなんかもう音楽が柔らかすぎて気持ちがいいっていうのは素人でもわかるかも。あと2幕あります。いけるかしら。でも英語のサブタイトルが舞台の上に出てくるんですけど、それを見るのがすごい大変。自分が分かってるかが分かんないですね。なんか本当あらすじ読んどいてよかった。なのでもう字幕追うっていうよりは音楽に酔いしれてオペラ歌手の方のもうどっから出るか分からない声量を楽しもうと思ってます。はい、再びこの音です。もう怖い、火事みたいなめちゃくちゃせかしてくるこの音がはい、じゃあドキドキの第2幕いってみます。私の前にずっとあるこの細長い像を見に来る人が何人かいるんだけど、これ有名なのかな。おい、はい、もう第2幕のインターバルは思ったよりすぐ終わっちゃって、でもなんか楽しくなってきました。第3幕はいよいよワルキューレが出てきて、そのワルキューレって女神たちなんですよね。戦う女の戦士たちが出てきて、結末を迎えていくと。なんかあらすじ分かってるけど見た後あらすじ読むとめちゃくちゃ理解が深まるので、この3幕も楽しみたいと思います。すごいオペラ楽しめててなんか嬉しい。行ってきます。もうこのベル怖すぎる。オペラ終わりました。人生ほぼ初のオペラ。なんかオペラハイに入っちゃった。特に3章の最初は幕開けが戦士たちがヨホレホなんか有名なホヤハヨみたいな歌を歌うんですけど、その時だけ字幕が出なくて、なのでもうその瞬間はみんなが同じ情報しかないわけですよね、劇場にいる。なんかそこがすごい私的にはよかった、なんかここはもう思う存分ステージに集中していいんだと思ってすごい楽しめてよかったっていうのもあります。あと2部の幕開けがね、なんといっても有名なタタタターンタンで出てくるんで、すっごいよかった。分かりやすかった。ついに来ました、待ってましたってなりました。オペラってやっぱりこう体で感じるもの
なんだなと思いました。でオペラ歌手の方がもうやっぱもう声が楽器みたいな方たちじゃないですか。で悲しい時も嬉しい時も同じようなこうビブラートでこう美しく歌うんですよね。だから感情が分かんないけど音楽がついてるから、それが楽しい展開なのか悲しい展開なのか分かって、その感情の起伏は結構音楽が補強してくれたので、あ、こうやって楽しめばいいんだって思いました。なんかもう興奮しちゃって、3部幕開ける前に隣のフランス人のちょっとムッシュに英語喋れますかとか言って喋りかけちゃったんですけど、どこ見てますかって言ったら、いやサブタイトル読んだり、でもほとんどステージ見てぼんやりしてるよって言ってて、でワーグナーってドイツ人なんでドイツ語なんですよね。だからフランス人の人もフランス語のサブタイトルを追わなきゃ母国語では理解できないんですけど、なんかそんなに追ってないみたい。なんかそれ聞いてより安心して第3幕楽しめたっていうのもありました。なんか今回ワルキューレの舞台装置が結構現代版に多分解釈されてたんですよね。電気コードとか、あとガスボンベとか無機質な鉄骨の足場みたいな舞台が結構メインになってて、なんかその意味をもうちょっと理解したかったなっていうのが悔しいかも。どう多分演出家が現代において再解釈したかっていうのが分かるようになると、多分もっともっと毎回見に行くのが楽しくなるんだと思う。そうきたかみたいな興奮があるんだろうな。でもまずこの5時間の舞台を楽しめたことがすごい嬉しい。何よりね、忘れられない夜になりました。でもやっぱり勉強していっといてよかった。いつかねちょっとワルキューレ見るかもしれない人にざっくりだけ最後じゃあ説明しますと、まず第1部は生き別れた兄弟が出会って恋に落ちます。でも女の子の方は結婚してるんで、旦那さんが、嫉妬で狂ってたな。でも彼が死んだのかどうかちょっと分かんなかったわ。そうで2人が愛を確かめ合う歌が結構メインで、第2部は本当有名なタタタターンターンで始まって、その双子を産み落としたお父さんの神様がもうそれはいかんって言ってワルキューレの一人を使いに出して男の子の方を殺すように言うんですけど、そのワルキューレが2人の愛に感動して殺せないと言って戻ってくるところで、第3幕がワルキューレ、その戦う女性の女神たちわーっと出てきて、ほよほよ、その私がすごい興奮したとこ歌って、で、お父さんお怒りよね。でもうなんかわちゃわちゃして女の子の方も殺そうとするんだけど、子供を宿してることが分かって生かそうと。で2人を見逃したワルキューレの1人はなんかどっかに閉じ込められて、殺されないのよ、どっかに閉じ込められるっていう。でもパパとそうのパパだよね、あれ分かんない。その神様、お怒りの神様とその2人を見逃したワルキューレのストーリーが長すぎた。もうそれがびっくりした。なんかみんなどれぐらい分かるんだろうか。でも私はこれぐらいでしたっていうのをちょっとお話ししましたね。帰ってよく寝ようと思います。では私の初めてのオペラ記録でした。